はい、ウェットブラストだったり多少寄り道はしましたが、予定通り今回からこいつの仕上げやってきます。でまずやることは、それこそ前回作ったウェットブラストをかけて、細かいところに入ってる砂とかスラリーの残存、残ったスラリーなんかを全部きれいにしていきますね。ついでにその時に他のパーツ、残ったパーツも全部やってしまいます。というわけで、ブラストボックスの方いきます。はい、全部並べると結構数ありますね。この中で1群だけやるっていうのもありだけど、一応全部やっとこうかな。でブラストボックスは置ける日は高圧洗浄機もつないで準備してありますね。ガラコ塗って、撥水性上げてますけど、あんま効果ないだろうな正直。なんとなく見えるからいいとしましょう。はい、あらかた綺麗になりました。まだちょっとスラリーのカス残ってますが、もうこれはリューターで仕上げていきます。ウェットブラストやりましたが、9割方は綺麗になりますが、やっぱウェットブラスト自体がどちらかというとレストアやメンテの方が得意というか、こういう鋳造要素だとちょっと苦手というか、あまりうまくいかない部分もあります。やっぱガラス化してがっちり固まってるのってのは物理的につついた方が綺麗になりますね。というわけで、仕上げる部品はヘッド2つとヘッドカバーですね。この2つに関してはちょっと溶接による補修をしたいというのもあって、今のうちに仕上げて補修だけ先やっちゃいます。細かい、スラリーのカスなんかはだいたい取れましたね。もうあとは補修のためにここを1回大きく削って溶接の準備します。この酸化膜がついた状態できれいに溶接できないので、ここはきちんとやっておかないとダメですね。よし、これでゴリゴリ削って溶接する場所全部地金きれいに出しておきました。これであとは溶接していけばいいと思います。ここは平らになればいい感じなので、大丈夫だと思うんですけどね。ダメならまた考えますけど。1個終わったのでもう1個も進めてきます。こっちの方がちょっと処置が大変ですね。はい、巣がなるべく減るとこまで削り込んでったら、ここまで削ることになっちゃいましたね。まだ残ってますけども、これ以上深いと溶接機がもう絶対に入らない場所になりそうなので、この辺をちょっと諦めて、漏れたら持ってく、ダメならボンドで留めますね。メタルパテみたいなので埋めて処置します。これだけ深いとちょっと直せるかどうか結構怪しいですね、こっちは。他のとこは結構こっちの方が出来がいいんですけどね。
出来がいいだけに残念ですけど、まあ両方とも溶接はやってみます。溶接の前にとにかく油分をきれいに落としておきます。こうしないと溶接がうまくいかないので、ここはできるだけ入念にやっていきますね。まあこれで、だし、あとはすすいでオーブンで予熱してましたが、まあそろそろ温まったのでヘッドカバーから練習がてら進めていきます。ヘッドカバーやってちょっと練習になったね。では次、本命のシリンダーヘッド持ってきますか。こいつが問題なんだよな。シリンダーヘッド1個目、綺麗じゃないけど、まあなんとなく埋まったので、あとは、JB ウェルドとかでなんとかするしかないですね。で、本命のもう1個、次は失敗しないように注意ですね。まあ今回ほど予備ほど深くないので、まあなんとかなるんじゃないかと思います。こんなもんかな。これはこの辺がっつり削ってあったんで、やっぱ結構大変でしたね。正直ちょっと綺麗にして使えるかどうか判断しますね。そしてこれが最後にやったやつですけど、これはまあ不良箇所が少なかったので盛るのが楽っていうのもあって、まあなんとかなってます。やっぱ不良箇所が大きいと修理が大変ですね。とりあえず一回きれいにしますね、リューターで。では溶接したところ、軽くですけどちょっと整えて、切削できる程度まで整えたら切削に移ります。はい、一応これで OK ですね。まあぼっこり開いてた巣穴もなんとか埋めたし、これで切削に移れますね。はい、シリンダーヘッドの切削いよいよ始めますが、手順書はもうできてます。特に問題はないと思いますけど、まずはこっち側から研磨ですねしていくんですが、まず最初にやる作業としては、ここの面をきれいにすること、それとこちらの面とこちら面を基準になる面を作ることですね。おおよそ揃ったね。よし。じゃあこれで一回締め込んで確認ですね。
これでこっちは固定は OK と。そしたらこの面を約3ミリ落とします。エンドミルはこいつで全体をバッサリいければいいんですけど、移動幅の都合でちょっと難しいと思いますので、10ミリでいこうと思ったけど、さすがに10ミリつらいんで、これでいきますね。はい、上面っていうかこの面が終わったので、次こっちの面とこっちの面このままやってきます。はい、これで、こっちの面とこっちの面、この3面ができたので、これを基準にしながら進めていきます。で、今回やるのはこの上面とこの側面に、基準になるための直角、こっちも作っておきますね。はい、セットできました。ある程度削ったんで、一回こっち側も奥の方もやってきます。奥やるにはヘッドの位置を変えなきゃならないです。何回かヘッドの位置を前後に変えながら目標寸法まで削っていきます。よし、これでここのトップは整ったと。これで左右とてっぺん終わりと。プラグホールから起点を決めていきますが、ここに関してはこういうエッジファインダーみたいなので起点出せないんで、今回は最初の1箇所スコープで出していきます。正直スコープだと精度あんまり良くはないんで、ちょっと悩ましいとこですけどね。スコープで基準決めたらポンチ打ってマークしときます。はい、これで前後左右起点できましたので、プラグホールを進めていこうと思います。
したらリーマーで仕上げとくと。このリーマー仕上げは最終的にネジ穴開けるんで消えちゃうんですけど、裏返した時に起点が出しやすいようにですね、ここを基準にする可能性があるのでやっときます。プラグホール、最終的なプラグホールの仕上げはもう全部終わってからっていう形になっちゃうと思いますね。よし、これで OK。 そしたらプラグホール、大きい穴ですね、開けてきます。ここは19ミリ。はい、多分次がラストですね。最後はこのディープソケットの13が入ってくんないと困るんですよね。はい、これでプラグホール OK と。一応レンチは入ります。結構カツカツにしてあります。もうちょっとここ厚く取って、ガスケットのエリア増やした方が良かったかもですね。はい、ではヘッドカバーやカム固定ネジの穴、取り付け用のネジ穴ですね、作ってきます。これが結構数が多いんで大変なのと、ここのラインまではできるんですけど、最後のここのラインですねは、オフセットしないとできないのでちょっとめんどくさいですね。とにかく片面まずこの辺り全部やってきます。ここから大量の穴開けとタップ立てをやっていきます。とりあえず一番トップの面だけでも40箇所以上ありますね。動作としてはほぼ同じになってしまうので、とりあえずタイムラプスで一気に進めていこうと思います。これでヘッドカバーやカム固定金具を取り付けるためのネジ穴全部終わりました。はい、では、シリンダーとの接続面ですね、やってきます。ちょっと斜めになってるとここに穴開けするんで、先に平面作っときます。平面を作ってドリルの準備ができたので、センタードリルから順番にどんどん穴を開けていきます。ここは貫通穴なので、比較的気を使わずに開けられるのがいいですね。ここでエンドミルにまた付け替えて座繰り部分を作っていきます。
それでは次の工程で、この真ん中ら辺に4個穴開け。よし。では、まずはセンタードリルと、センタードリル終わったら貫通穴開けてノックピンを入れるための仕上げをしたら終わりとなります。これで、上から垂直にやる加工は全部終わりましたね。次のパートではまずインレットがこっちからの、バルブガイド用の穴と座繰りをやっていきます。今回のこのバルブガイド、バルブシートの部分ですが、前回一体ものでやったんですけど、今回はセパレート分けます。バルブガイドはバルブガイド、バルブシートはバルブシートでやるつもりなので、その準備ですね。なのでまずバルブガイドの分から開けていきますね。よし。では一旦これ外してバイス、新たにバイス固定になるのでバイス準備します。何はともあれバイスをセットしたらまずは位置合わせしていきます。はい、バイスのセット終わったので、乗せてきます。インレット側から加工と。角度をセットしたら、次は最初の方に打ったポンチを目標に0点を合わせていきます。スコープだとだいたいこんな感じで見えてます。この部分は角度がついていること以外は基本的に貫通穴と座繰りだけなのでそんなに難しくはないですね。はい、これでインレット側のバルブガイド用の穴開けですね。終わりました。座繰りと穴開け終わって、あとはエキゾースト側に同じ加工をやってきます。また角度調整するところから始めて、エキゾースト側のバルブガイドの穴開けてきます。いよいよエキゾースト側ですね。でチェックと。
よし。今回はこれで終わりとします。まあ、こちら側からやる、こっちの面からやる加工は一通り終わったと思います、これで。あとは、側面、4面と裏面からの加工ですね。こっちはこっちでまた大変には大変なんですよね。角度が必要で。ただ、今ちょっとジグになる素材が来てないので、その素材が来るのを待ってます。よし。まあでもとりあえずは、ここまで来たからいいでしょう。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。